こんにちは、デザインのリップです。今回は iOS コアデザインのインスタバナーの作り方を紹介します。 iOS コアデザインとは UI コアデザインという Y2K デザインなどでよく見られる主に昔の PC の UI を使ったレトロなイメージのデザインがあるんですけれども、その中でも Mac や iPhone などの Apple UI を使用したデザインのことを iOS コアデザインと言います。今回のデザインのポイントはこちらです。 iPhone の青い選択部分、 Mac の青いフォルダー、iPhone 写真の明るさ調整アイコン、青いバウンディングボックスで iOS っぽさを出していきます。それでは始めていきましょう。はい、それでは始めていきます。今回もドキュメントサイズは 1080×1350 ピクセルで作っていきます。まずはじめに素材をドキュメントにドロップします。こちらの画像を横幅1600ピクセルに設定していきます。はい、位置はお好みでいいのですが、もし一緒にしたい場合は X をマイナス260ピクセル、Y をマイナス920ピクセルに設定してください。ちょっと雰囲気を出すために少しぼかしをかけたいと思います。フィルターメニューのぼかしガウスを選択します。半径を 0.5 ピクセルで OK します。はい、こんな感じです。次にこちらの色をちょっと変えていきたいと思います。こちらのアイコンからカラールックアップを選択します。オプションでこちらのレイヤーに引っ掛けます。プロパティのこちらからドロップブルースというものを選択します。するとちょっと暗くなったのがわかるでしょうか。はい、こちらで大丈夫です。次にノイズをかけていきたいと思います。長方形ツールに持ち替えて真っ黒の四角形で画面全体を覆います。こちらをフィルターメニューからスマートフィルター用に変換します。さらにフィルターメニューからノイズを加えるにチェックを入れます。はい、設定はこちらです。 100% 均等に分布、グレースケールノイズ、こちらで OK します。レイヤーのブレンドモードを上算にして不透明度を 10% にします。はい、こちらで背景は完成です。はい、次にテキスト周りを作っていきたいと思います。フォントはヘルベチカノイエ65ミディアム、サイズは150ピクセルで、カーニングはオプティカル、トラッキングを10に設定して真っ白の FFF で文字を書いていきます。はい、こちらでコレクションと大文字で書いてください。背景レイヤーをダブルクリックして普通のレイヤーにします。こちらのレイヤーと上のテキストレイヤーを一緒に選択して中央に揃えます。そして上に揃えます。こちらからこのテキストを100ピクセル下に移動したいと思うので、シフトを押して12345678910回下マークを押します。はい、こんな感じです。もし気になるようであればカーニングなどを調整してください。調整した後はちゃんと背景レイヤーと同時に選択して中央に揃えておくようにしてください。はい、こちらで大丈夫です。次に 2025AW という文字を打っていきます。こちらのレイヤーを複製してそのまま下の方に移動します。サイズを50ピクセルに変更します。この状態で 2025AW と打ちます。気になるようであればカーニングなどを調整してください。はい、大丈夫です。とりあえずこの辺に置いておきます。次は枠を作っていきたいと思います。長方形ツールに持ち替えて適当なところをクリックします。 320×80 ピクセルの長方形を作成します。プロパティパネルのアピアランスから塗りをなしにします。線を FFF の真っ白にします。線の太さは2ピクセルで大丈夫です。こちらをボタンのような形にしたいので、こちらを選択して同じアピアランスパネルの下の方のこちらの方で角丸を設定します。鎖型のマークにチェックが入っていることを確認して、こちらのスライダーを右側に目いっぱい引きます。はい、こんな感じです。先ほど書いた 2025AW とこちらのボタンの形をした四角形を同時に選択して、こちらで中央に揃えます。で、グループ化をして 2025AW などとつけておきます。ちょっと位置を整えていきたいと思います。ちょっと拡大します。はい、こちらをコレクションの下の方につけて、こちらから30ピクセル下に移動します。シフトを押して123。はい、で次はこちらの横の位置を揃えていきたいので、ちょっと右に移動して、こちらとコレクションを同時に選択して左に揃えます。はい、こちらで大丈夫です。次に下の方にキャッチコピーとリード文を入れていきたいと思います。こちらの 2025AW をコマンド J で複製してグループの外に出します。で、適当に下のこの辺りに置いておきます。概要欄に貼ってあるコピー用テキストのキャッチコピーの部分をコピーして
こちらに入力します。サイズとフォントスタイルをちょっと変えます。はい、次はサイズは38ピクセルで65ミディアムイタリックにします。はい、こんな感じです。はい、次に概要欄のコピー用テキストにあるリード文の方をコピーしておきます。テキストツールの状態でドラッグをしてテキストボックスを作ります。先ほど作った上のキャッチコピーと同じ横幅になるようにしてください。スマートガイドを設定しているとこのようにピンクの線が出ると思います。だいたい横幅461ピクセルになると思います。はい、こちらに先ほどコピーしたテキストをペーストします。次にこちらのフォントサイズなどを変えていきます。はい、こちらのフォントサイズは23ピクセル、行間を30ピクセルに設定してトラッキングも30に設定します。フォントは55ローマンにしてください。こちらの状態で段落タブに移動します。こちらの均等配置最終行左揃えのアイコンをチェックします。すると右側がきれいに揃いました。こちらのテキストの位置は後で揃えるので一旦この辺に置いておきます。こちらでテキスト周りは完成です。はい、次に iOS 要素の追加をしていきます。まず上の青い部分から作りたいと思います。塗りを 007AFD の青にして長方形ツールに持ち替えて適当なところをクリックします。こちらで 500×150 ピクセルの長方形を作成します。はい、こんな感じです。こちら通常モードのまま不透明度を 15% にします。で、こちらの位置を揃えていきます。拡大します。こちらスマートガイドを使いながらコレクションの文字の中央に来るように配置していきます。はい、こんな感じでいいかなと思います。次に楕円形ツールに持ち替えて適当なところをクリックします。次は45ピクセル ×45 ピクセルの正円を描きます。はい、こんな感じです。こちらもスマートガイドを使って配置していきます。はい、こちらは円の中心が先ほど描いた半透明の左端に来るようにこんな感じで配置します。スマートガイドとスナップを設定しておいてください。はい、この辺でいいと思います。次にまた長方形ツールに持ち替えて適当なところをクリックします。次は5ピクセル ×150 ピクセルの長方形を描きます。色は同じ青で大丈夫です。こちら角丸にしたいので先ほどのアピアランスの部分からこちらのマークにチェックが入っているのを確認してスライダーを右に動かします。はい、2.5 ピクセルになると思います。こちらを先ほどの半透明の長方形と同時に選択して左に揃えます。上下の位置も揃えてください。はい、こんな感じです。今作った長方形と円をグループ化します。半透明の長方形の上の方に持ってきてください。で、こちらのグループをコマンド J で複製します。こちらを右上をクリックして変形モードにして変形から変形垂直方向に反転にチェックを入れます。するとこんな感じになります。こちらを右端に移動します。はい、このようにスマートガイドで中央に配置されると思います。右端に移動したグループをちょっと下げて半透明の長方形と一緒に選択をして上に揃えます。はい、こんな感じです。こちらの今作った3つの要素をグルーピングしてセレクテッドなどと名前を付けておきます。はい、次はこちらのキャッチコピーのところに配置するバウンディングボックスを作っていきたいと思います。長方形ツールに持ち替えて適当なところをクリックします。490×75 ピクセルの長方形を作ります。はい、こんな感じです。次は線だけにしたいのでアピアランスのところから塗りをなし、線を同じ青にして OK します。線の太さは2ピクセルで大丈夫です。ちょっと拡大します。バウンディングボックスになるように四隅に四角形を配置していきます。長方形ツールを持って適当なところをクリックして10ピクセル四方の正方形を描きます。はい、こんな感じです。今度は塗りを真っ白にして線を先ほどの青にします。線の太さは同じ2ピクセルで大丈夫です。こちらを先に作った四角形の四隅に合わせます。こんな感じでスマートガイドが出ると思います。こちらを他の隅にも配置していきます。コマンド J で複製してはい、今度はこちらの2つを複製してはい、こちらでバウンディングボックスができました。こちらを全部グループ化してボックスなどと名前を付けておきます。こちらのボックスを変形モードにして先ほどのテキストのあたりに持っていきます。こちらのキャッチコピーとボックスを同時に選択して中央に揃えます。
次はこちらのテキストの塊をコレクションとこちらの 2025AW の左側に揃えていきたいので、ガイドを引こうと思います。拡大します。こちらのコレクションを選択してルーラーからガイドを引きます。スナップにチェックが入っているのを確認してください。はい、こちらで下の方に行ってキャッチコピーとリード文がガイドに沿うように配置していきます。ボックスとこの2つのテキストをグループ化しておきます。でボックスの左端ではなくてこちらのテキストの左端がこのガイドに沿うように配置します。はい、こちらで OK です。さらにこちらの下の方のテキストをバウンディングボックスの線の下の方につけます。こちらから30ピクセル下に移動したいのでシフトを押して123。はい、こちらで大丈夫です。ガイドはいらないので消しておいてください。こちらの下の空きも調整したいのでちょっと拡大します。こちらこのスタイルの Y の下の部分がドキュメントの下につくようにしてこちらから100ピクセル上に移動します。シフトを押して12345678910。はい、こちらで大丈夫です。はい、次にフォルダアイコンを追加していきたいと思います。素材をイラストレーターで開いてこちらのブルーのアイコンをダブルクリックします。そしてこちらのフォルダのアイコンのみをコピーします。Photoshop に戻って貼り付けます。スマートオブジェクトで貼り付けてください。で、こちらのサイズを横幅170ピクセルにします。この辺りに配置しておきます。こちらのアイコンの色をちょっとだけ調整していきたいと思います。こちらから色相サイドのレイヤーを追加します。オプションでクリッピングします。こちらの色相を-3、明度を-5に設定して OK します。はい、こんな感じです。テキストツールに持ち替えて、フォントは先ほどと同じヘルベシカノイエ65ミディアム28ピクセルオプティカルでトラッキングを10に設定して、色は今度は000000の真っ黒に設定してアウターと書きます。ちょっと拡大します。こちらのテキストの位置を調整していきたいと思います。このフォルダのアイコンの下の方に文字の上の方をくっつけます。こちらから20ピクセル下に移動します。シフトを押して1、2。で、こちらとフォルダアイコンを同時に選択して中央に揃えます。カーニングなどが気になる場合はちょっと調整してください。調整した後は必ず位置を中央に揃えるのを忘れないようにしてください。はい、こちらで大丈夫です。こちらのフォルダアイコンと色相サイドのレイヤーとテキストを同時に選択してグルーピングしておきます。フォルダーなどと分かりやすく名前を付けておいてください。はい、こんな感じです。こちらをあと4つ複製します。コマンド J で複製したら適当に配置してください。最後にちょっと微調整するんですが、だいたいこんな感じでランダムに配置してください。こちらのテキストを変えていきます。こちらはトップス、中央に揃えていきます。はい、こちらはアイウェア、こちらも中央に揃えます。同じ感じではい、同じ感じでアイウェア、ボトムス、シューズと変えていきました。はい、こちらでフォルダアイコンの追加は完了です。次に iPhone カメラの明るさ調整アイコンを作っていきたいと思います。長方形ツールに持ち替えて適当なところをクリックします。220ピクセル四方の正方形を描きます。塗りをなしで線を FFEE66 の黄色にしてください。次は線の太さを3ピクセルに設定します。はい、こんな感じです。また長方形ツールを持って適当なところをクリックします。次は 3×20 ピクセルの長方形を作成します。今度はこちらは塗りを黄色にして線をなしにします。で、こちらをこの四角形の枠の中に持っていって、こちらとこの四角形を同時に選択をして中央の上に揃えます。はい、こんな感じです。で、こちらの今作った線をコマンド J で複製をして、今度は先に作った四角形と同時に選択して下に揃えます。はい、こんな感じです。さらにこちらの線2つを同時に選択してコマンド J で複製して右上あたりをクリックして変形モードにしてシフトを押して90度回転させます。はい、こんな感じです。こちらの今作った四角形たちをグルーピングしてフォーカスなどと分かりやすく名前を付けておきます。次にこちらの明るさの調整のスライダーを作っていきたいと思います。楕円形ツールに持ち替えて適当なところをクリックします。次は20ピクセル ×20 ピクセルの正円を描きます。この辺りに配置しておきます。
こちらも塗りのみで大丈夫です。で、次はまた長方形ツールに持ち替えて 3×15 ピクセルの長方形を作成します。はい、こちらも塗りが黄色で線はなしです。拡大します。こちらの配置を整えていきます。こちらの線とこの楕円形を同時に選択して中央に揃えます。そしてこちらの線をこの楕円形の上の方につけて10ピクセル上に移動します。はい、こんな感じです。で、こちらの線をコマンド J で複製して今度は下の方にこうやって揃えます。で、こちらから10ピクセル下に移動します。はい、こんな感じです。今作った長方形2つを同時に選択してコマンド J を押して複製します。右上を持って変形モードにして90度、シフトを押しながら90度回転させます。はい、こんな感じです。こちらの4つの長方形をグループ化してさらにこちらをコマンド J で複製します。こちらの複製した方を変形モードにしてシフトを押しながら回転させて45度回転させます。はい、こんな感じです。で、こちらの楕円形と今作った2つのグループをグルーピングしておきます。さらに長方形を描いていきます。長方形ツールに持ち替えて次は 3×150 ピクセルの長方形を作成します。はい、こんな感じです。塗りを先ほどと同じ黄色にして線はなしで大丈夫です。こちらを配置していきます。先ほどのこちらの太陽みたいな形のアイコンと同時に選択して中央に揃えます。こちらを先ほど作ったアイコンの上の方につけて10ピクセル上に移動します。シフトを押して上を1回。はい、さらにこちらの長い長方形をコマンド J で複製して下の方に持っていきます。同じようにアイコンの下の方にくっつけて10ピクセル下に移動します。はい、こんな感じです。この太陽みたいなマークとこの今作った長い長方形を3つまとめてグループ化してスライダーなどと分かりやすく名前を付けておきます。さらにフォーカスフォルダーとスライダーフォルダーをまとめてグループ化してブライトネスなど分かりやすく名前を付けておいてください。こちらを配置していきます。はい、こちらのグループを選択してだいたい人物の顔あたりにこのフォーカスの部分が来るように配置してください。お好きな位置で結構です。このタイミングでフォルダーの位置調整なども行います。はい、こんな感じでいいかなと思います。背景を白にして確認してみます。はい、こちらで完成です。もともと UI コアというデザインが流行っているのですが、特に UI の中でも iPhone などの iOS に特化した iOS コアというのが最近流行っているので作ってみました。ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。